こんにちは、つんです。最近お米をはじめ食品の高騰が続いていますよね。少しでも食費を抑えるために安い時に多めに買って保存しているっていう方も多いんじゃないかと思います。ということで今回は我が家が長年実践している野菜の保存方法や最近 SNS で知って真似してよかった方法、お米を常温で長期保存する方法などをご紹介します。一つでも参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。まずは普段お料理をする方ならもう当たり前のようにやってるよっていうもはや常識になりつつある保存テクですが、キノコ類は冷凍すると長持ちする上に旨味もアップ。レタスは芯に爪楊枝を3本刺すとシャキシャキの状態を長くキープできます。そして各メーカーから発売されている鮮度を保つポリ袋に入れると野菜が長持ち。以前動画で検証したことがあるんですが、鮮度を保つポリ袋は100均のものでも十分効果を感じました。もし試したことがないっていう方がいらしたら全然違うのでぜひやってみてください。でレタスと同じくキャベツも芯に成長点があるので爪楊枝を刺すといいんですが、キャベツは芯が硬くて刺しにくいですよね。要は成長点に傷がつけばいいので、私は芯に切り込みを入れて保存しています。さらに長持ちさせたい時は芯をくり抜いて濡れたキッチンペーパーを詰めて全体をキッチンペーパーに包んでからポリ袋に入れて野菜室で保存するといいそうです。バナナは以前動画でご紹介した通り、すぐに食べきれないなーっていう時は今も変わらず1本ずつラップに包んで野菜室で保存しています。以前の検証で3週間経ったバナナがこちら。本当に皮は真っ黒になるんですけど、3週間経ってもこの通り中は白いままです。最近は悲しいかな、1パックの本数が少ないのですぐに食べ終わっちゃうんですけどね。はい、お次はレンコン。泥付きやカットされていないものであれば濡らしたキッチンペーパーに包んでポリ袋に入れて野菜室へ。空気に触れると変色しやすいのでカットされているものはラップでぴっちり包んで野菜室へ。かなり昔に水につけておくと長持ちするとテレビで見てから、私はすぐに使わない時はひたひたの水につけて冷蔵庫で保存していました。毎日水を取り替えれば確かに長持ちするんですけど、今回改めて調べてみたら水溶性の栄養が流れ出してしまうらしいです。それはもったいないですよね。ということで今後は使い切れない時は冷凍保存することにしました。使いたい大きさにカットして2、3分酢水にさらした後、軽く洗ってから水気をよく拭き取ってできるだけ重ならないように保存袋に入れて冷凍庫へ。およそ1ヶ月間保存することができます。玉ねぎやじゃがいもは基本的に常温で保存していますが、湿気が多い季節や夏は野菜室で保存することもあります。じゃがいもは長く保存できるけど暑くなると芽が出やすいのが悩ましいところですよね。そんな時はリンゴと一緒に保存するといいそうです。リンゴが出すエチレンガスは他の野菜の成熟を早めてしまうので、裸のまま一緒に保存しない方がいいって言いますよね。だけどじゃがいもに限っては話が別。リンゴと一緒に保存するとじゃがいもの芽が出にくくなるんだそうです。じゃがいもは冷気に弱いので新聞紙かキッチンペーパーに包んでリンゴと一緒に袋に入れてから野菜室へ。とはいえ夏はリンゴの季節じゃないのでちょっと実用性に欠けるかもしれないんですけど、冬場にじゃがいもを箱で保存しているご家庭では箱の中にリンゴを1個入れて保存することもあるそうです。で、同じじゃがいもでも新じゃがは水分が多くて傷みやすいので1週間くらいなら常温で保存していますが、それ以上保存したい場合は冷凍がおすすめです。よく洗ってもし芽があれば取り除いておいてぐるっと一周切り込みを入れておきます。そしてよく水気を拭いてからポリ袋などに入れて冷凍庫へ。ちなみに私はアイラップに入れて冷凍しています。
はい、そして数日後、じゃがいもはカチカチに凍っています。アイラップは冷凍庫から出してそのままレンチンできるところが便利ですよね。で、レンチンの目安はじゃがいもの大きさや数で変わりますが、今回ぐらいの小さめサイズ2個で600ワットで5分ぐらいでした。切り込みを入れていたおかげでこの通り。皮は気持ちいいほどスルッと剥くことができます。このまま付け合わせにしても、じゃがバタにしても、ポテサラにしてもいいですね。ちなみにこの時はポテサラにしました。新じゃがが使い切れないっていう時があったら、悪くなる前にぜひ冷凍してみてください。はい、お次はニンニク。ニンニクは湿気に弱いので、夏場は特に冷凍保存しちゃうことが多いです。皮付きのままでも冷凍できるみたいなんですけど、私はすぐ使えるようにしたいので皮を剥いています。ところで皆さんはニンニクの芽って取ってますか？毒性はないので取らなくてもいいみたいなんですけど、芽は辛みやアクが強いそうですよね。前にテレビでニンニク専門店のスタッフさんが毎日丁寧に芽を取ってるっていうのを見てから、私もなんとなく取るようになりました。みじん切りとかおろした状態で冷凍したこともあったんですけど、面倒になってやめてしまいました。今は1回に使う量でカットするのみ。なるべく重ならないようにしてアイラップに入れて冷凍しています。ちなみに生姜も同じく冷凍保存。生姜は水につけても長持ちするとかで、一時期は水に入れて冷蔵庫で保存していたんですけど、最後の方はね、どうしても柔らかくなってしまうので冷凍することにしました。ニンニクも生姜も凍っていても包丁で切れるぐらいの硬さなので、解凍しなくてもすぐに使えます。おろすときはね、ちょっと手が冷たいなと感じるぐらいですかね。今のところこの方法が自分には一番合ってる気がします。はい、お次はピーマン。ピーマンって袋のまま野菜室に入れておくと意外と早くしなりますよね。しかももう一つ悪くなると他のピーマンにも影響するので、ピーマン同士がくっつかないようにキッチンペーパーに包んでからポリ袋に入れています。私はケチって1枚に2つ包んでいますが、本当は1つずつ包んだ方が確実です。で、保存袋に入れて野菜室へ。こうすると3倍長持ちするんだそうですよ。ここ数年ずっとこの方法で保存していますが、確かに何もしないよりはしなるのが遅くなりました。お次は小松菜。小松菜は比較的日持ちする野菜ですが、最近冷凍できると知って試してみたら何かと便利だったのでご紹介したいと思います。小松菜は根元に土や砂がついていることが多いので、まずは根元をよく洗ってから4センチぐらいにザクザク切って、全体も洗って水気をしっかり切ります。水気を切るのはサラダスピナーを使った方が早いですね。袋は食品保存袋でもポリ袋でも何でも OK。私はここでもやっぱりアイラップを使いました。アイラップは通常のポリ袋よりも高密度にできているので、水分を通しにくいのがメリット。普通のポリ袋よりもパラパラに冷凍保存できます。はい、そして小松菜を入れたら少し空気を入れて袋を閉じるのがポイントです。私はここでキッチンペーパー1枚敷いて入れたんですけど、小松菜はペーパーにくっつきやすいので入れない方が良かったかもしれないです。あとは冷凍庫を入れて完了。はい、翌日の凍った小松菜がこちら。いい感じにパラパラになっています。小松菜はアクが少ないので、加熱せずとも自然解凍して水気を絞るだけで、おひたしやナムルにそのまま使うことができます。急ぎの場合は500ワットで1分ほどレンチンしても OK。栄養を逃さず食べれるところもいいですね。
うちはお味噌汁に入れることが多いんですけど、これなら冷凍庫から出して鍋に入れるだけ。今まで毎回やっていた切って洗ってっていう作業がまるっとなくなってめちゃめちゃ楽になりました。はい、お次は大葉。大葉は茎の部分だけ水につけておけばかなり長持ちしますが、冷凍もできるそうです。ちなみにこの大葉保存ケースはセリアで購入しました。茎だけ水につけられるので重宝しています。冷凍保存するときはまず洗ってからよく水気を拭いて薬味サイズに刻みます。入れ物はポリ袋やジッパーバッグでもいいんですけど、私は保存容器に入れることにしました。キッチンペーパーを1枚敷いた上に刻んだ大葉をふんわりと入れて蓋をして冷凍庫へ。そして翌日凍った大葉をチェック。お箸で触るとシャリシャリっとしているんですけど、ちょっとほぐせばふわっとパラパラになりました。これからの季節、そうめんやお蕎麦の薬味にしたり、和風パスタやお豆腐にのせたり、刻んで冷凍しておけばさっと使えて本当に便利ですよね。冷凍庫でおよそ3週間保存できます。そういえば納豆も冷凍できるって知ってましたか？パックには小さな穴が開いているので、ラップに包んでから冷凍庫へ入れるのがおすすめです。冷凍した納豆は食べる前日に冷蔵庫へ移しておけば OK。はい、そしてこれは前日寝る前に冷蔵庫に移しておいた納豆です。まだちょっと凍っていたんですけど、タレをかき混ぜている間に溶けました。味も食感もいつも通り、何も変わりはありません。消費期限内に食べきれなさそうだなっていう時は、ぜひ冷凍してみてください。はい、そして最後は最近何かと話題のお米です。高騰したり、スーパーの棚からなくなったりした時は、いつもより多めに買った方もいるんじゃないかなと思います。お米の袋には通気のために小さな穴が開いているので、空気に触れると少しずつ劣化するし、最悪虫が湧いてしまうことも。精米したお米は生鮮食品なので、高温多湿の場所での保管は NG です。ということで、常温で長期保存できるアイテムを購入しました。アルミ製真空パックお米保存袋極厚米ガードミニ。およそ3年間美味しく保存できるそうです。商品リンクは概要欄に載せておきますね。中にはお米が 10kg 入るアルミ袋が2枚と脱酸素剤が2パック入っていました。あとジッパーをしっかり閉じるためのスライダーも付属しています。袋はアルミ蒸着6層ガスバリア素材でできていて、気密性が高いので虫やカビが侵入することはないそうです。使い方は布団圧縮袋と一緒で至って簡単。アルミ袋の中にお米を入れて、これ入れにくい時はお米を立てて袋を上からかぶせるようにすると入れやすいそうです。そして脱酸素剤をフィルムから出して一緒に入れます。どうも姫がおやつと勘違いしているようですね。ダメよ。ちなみに脱酸素剤は一度フィルムから出すと再利用はできません。バルブの下にお米が来るように位置を調整して、スライダーを使ってジッパーをしっかり閉じます。私は念のために2回閉じました。はい、そしたら吸引口のつまみを少し開けて掃除機で吸います。掃除機の口が合わない場合は別売りにはなるんですけど、専用の米ポンプもあります。脱酸素剤と圧縮で無酸素保存ができるので、
万が一中に虫や卵が混入していても完全に死滅。カビの発生も防げると書いてありました。うちは普段冷蔵庫の野菜室にお米を入れてるんですけど、ふるさと納税の定期便を利用したところ、2人暮らしゆえ食べきる前に届いてしまうので、冷蔵庫に入りきらず困ったなと思っていました。鮮度を保ったまま常温で3年間も保存できるなんて助かります。と言いながらさっきからしつこく吸引していますが、通常であれば10秒ほどで圧縮できるそうです。ダイソンって圧縮に向かない傾向にありますよね。とはいえちょっと時間はかかったんですけど、なんとか納得いくレベルには圧縮できました。最近はペットボトルでの保存も話題ですが、うちには余ったペットボトルもありませんでした。冷蔵庫に空きがない、ペットボトルも余ってない、涼しい蔵も貯蔵庫もないという方におすすめです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。